こんにちは、MD ジャックです。今、気温22度で過ごしやすいですが、暑くなる日が増えてきそうですね。ハロハロー、耳の妖精ミミです。ミミは妖精だから暑さも寒さも OK よ。今回は何これ、3個セットなの？ KZ、枝じゃなくて EDA ね。横浜に住んでるとつい枝と読みたくなるけどね。枝に住んでる人は買ってもいいかもね。まあ、ローカルネタだからほとんどの人には響かないけどね。そうだね。で、3個セットなのはなんでよ。1つのユニットで3つの異なるチューンにしてるからだって。そうなんだ。でも3つもいらないって人が3つじゃないと買えないのってなんかもったいないね。KZ の客単価上げ戦略なのかね。一理あるね。自分の好きな音質が分かっている人には3つも必要ないかも。どんな音質のモデルが好きか分からない人がまずこれを買って聞いてみて、自分の好きな傾向を把握するにはいいと思うよ。だから今イヤホンを持っていなくてこれから買う人向けなんじゃないかな。この話題は後半でもう少し掘り下げてみるよ。じゃあ見ていこうか。まずは価格から。だいたい5000円弱ぐらいみたいね。ってことは1個あたりにすると1600円ぐらいかな。ダイナミックドライバー EDD でこの外観だと EDX 系の価格かね。実際モデル名も EDA で ED 系になるわけだし、その辺からしてもエントリーモデルなわけだ。サイズ、重さはこんな感じ。ダイナミックドライバー EDD だからサイズも重さもまあこんなもんでしょう。なので装着感も特筆するところはなく普通。フェイスプレートの周囲はメタル素材のようだけど、メッキしてるようで金属の質感じゃないのがもったいない感じ。いい感じのデザインだけどあんまり高級感はないかな。ドライバーに関しての情報がよくわからないんだけど、お家芸のデュアルマグネティックサーキットでもなさそうだね。今回は当然この3つの比較をするんでしょ？そうだね。ちょっと迷ったけどそうしたよ。ただ同じモデルのチューニング違いって案外収録音だと違いが出にくかったのと、思ったほど極端なチューニングの違いになっていないんだよね。なのでベースチューン以外の2つはあんまり違いがわからないかもという前提で聞いてみてください。あとケーブルはまたトリポインジェリーなの？そうだよ。しばらく使ってみないと違いがわからないんで、いろいろなモデルに使ってみてる。使用的に問題ないの？ KZ だと 0.75mm のこのタイプで、ジェリーは 0.78mm だからスペック上では合わないけど実際は使えてる。おすすめはしないけどね。あとケーブルの曲線が反転になるけど、これは左右で反転してれば特に問題ないと思ってるから。そうなんだ。じゃあ音質比較動画いきましょう。今回は3つのチューンの波形になるけど、まずバランスタイプから。ドン。ああ、こういう感じなのね。詳しくはジャックさんよろしく。丸投げかよ。しょうがないわ。もうクリアな配色バランスタイプのチューンは今回の3つの中で標準的な位置づけ。なるほど。確かに低域が突出しているわけでもなく、中域の減衰も大きくはない。2から 4kHz あたりを抑えているのが最近のトレンドっぽい。その代わり 5kHz あたりに小さなピークがあるのがやや新鮮。8km付近のピークはまあ定番だけど、聞いてみると刺さることもなく、確かにバランスタイプだと納得できる。3つの波形を重ねてみたのがこれ。ドン。
いつもはレベルを揃えてから波形比較するんだけど、今回はまずそのままの状態で比較。ハイレゾチューンは気にしなくていいレベル差だけど、ベースチューンが約2デシベル違うのは大きい。この状態で聞き比べてベースタイプチューン迫力あるなぁと思わないように。それ騙されてるから。で、レベル合わせをしたのがこれ。ドン。もっと差をつけたチューンかと思ってたけど、想像と違ったわ。どのモデルも中攻撃から攻撃で特別弱い帯域はなく、小さな変化で勝負してるのね。まあそれでもベースタイプチューンは低域が強いね。500Hz 以上では案外極端な差はなく、2キロあたりはベースタイプチューンが一番出ていて、低域の強さに負けない攻撃を中攻撃中心で作ってる。ハイレゾチューンは 500Hz 以上の出方が総合的に若干他2つを上回り、聴覚上も2キロと5キロのピークの出方で中攻撃が一番際立ってる。そこがトレブルタイプチューンとしての一番の特徴だが、刺さる感じはしない。ハイレゾとバランスタイプは音質比較動画でも分かりづらかったと思うけど、波形を見てもらえば納得できるのではないかと。ただ実機で聞き比べると2つの違いは割と明確で、刺さらないけどキリッとした質感なハイレゾタイプチューンが個人的には好み。ドラマ視聴でのセリフでは2から4キロが控えめなバランスタイプはセリフが少し引っ込んだ感じだった。ベースタイプだと声の低い成分が強調されて若干不自然。 BGM と合わさると BGM がちょっと強調されるような感じ。ハイレゾタイプチューンが一番声に張りがあって聞きやすかった。1000円切って発売された EDX が結構侮れない響き方をしていたことを考えれば EDA がこのぐらいなることに特に驚きは感じないし、奥行き感とか深みみたいのがほぼないけど、サウンドステージもそれなりに広い。普段使いならある意味これで十分な気もする。じゃあ、これからイヤホン買う人にとりあえず EDA 買っとけってことなの？ある意味ではイエス、ある意味ではノー。なーにそれ？説明してよね。イエスと言ったのは、いろいろ考えるのが面倒で、まず、取っかかりとして EDA からスタートするっていうなら、止めはしない。これからイヤホン買う人に、波形がどうのって言っても分かりづらいだろうし。でも、KZ と CCA の低価格モデルって結構侮れないから、例えばバランスタイプチューンだったら、CCA、CRA の波形を比較すると、とても似ているから、バランスタイプチューンを CRA に置き換える。ベースタイプチューンは KZ、EDX プロによく似ているから、EDX プロに置き換える。ハイレゾタイプチューンは KZ、EDX にまあまあ似ているから、EDX に置き換える。特徴を知っている自分からすると初めての人にこんな進め方もあるなぁと。別モデルなのでなり方の違いも EDA3 個の違いよりはっきりしてるし、これで予算的には EDA と同じぐらいなはず。へえ、そんなこと考えてたんだ。ダイナミックドライバー1機のモデル縛りで置き換えてみたけど、もう少し広げるとバランスタイプチューンに CCA-NRA を持ってきたり KZ-DQ6 にしてみたり、ちょっと EDA の予算オーバーするかもしれないけどね。じゃあ、今ジャックさんが言ったモデルをすでに持っている人は EDA いらないってこと？極端に言えばそうかな。でもこれは買って測定したり聞いてみないとわからないからね。買う前の情報で何々と似てますなんてメーカーは決して言わないだろうし。だから EDA の売り方は客単価も上がるし、戦略としてはクレバーだと思ったね。そっかー。ということで EDA はこれからイヤホンを買う人が自分の好みを探るためのファーストステップとしての価値はあると思いました。一方 KZ、CCA の低価格モデルをたくさん持っている人は EDA の質感は経験済みに近いので、あえて5000円出してまで買わなくてもいいかなと思います。もちろん KZ コレクターなら別ですけどね。あとはご自身の判断にお任せします。なるほどねー。ミミは低価格モデルほとんど持ってないから、ジャックさんの提案する置き換えモデル中心に集めてみようっと。了解。ということで KZ、EDA のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。